アニョン、パクンです。前回に続いてですね、ゲストキムさんに話を聞きたいと思っていて、キムさんはアラブ生活をされていて、日本に来て8年目経っている方です。今回聞きたいことはですね、日本に来て実際どうだったの？幸せだったの？楽しかったの？みたいなことを聞いていきたいと思っております。今回もですね、大きな質問5つあるので、それでは聞いていっていきたいと思います。キムさん、アラブで住んでいて日本に来ました。一番最初の頃に住んでみてどうでした？ぶっちゃけのところ。日本は基本的にどこにいても静かじゃないですか。特に住宅地と、商店街が分離しているイメージじゃないですか。そういう静かのことが最初は慣れなかった。綺麗なと思いました。道にゴミがないとか、道に車があんまり、クラクション？はい。そういうことで、すごく、綺麗なイメージが私の記憶に残っています。アラブの方はどうですか？どこの国にも基本的にそういうものあるなと思うんですけど、それに比べると、日本はちょっと綺麗なイメージがちょっと多かったんですね。はい。または、こういう天気も、あっちはすごく暑いんじゃないですか。やっぱり四季があること、それが良かったと思います。ちなみに一番最初住んでた地域はどこですか？神奈川です。鎌倉に少し住んでいて、今住んでいるところに引っ越ししたんですけど、今は鷺沼っていうところに住んでいます。そこから日本に住んで今8年経っていると思います。まずは良かったもの、いくつか紹介したい。そうです。料理が一番いいなと思います。私の口によく合ってて、料理が美味しいし、サービスレベルがすごく高いなっていうイメージがあります。例えば、天人さんのサービスのレベルが、親切だし、お客様に対して丁寧なっていうこと、そういうのがいいなというイメージがあります。言い方とか、ボイスのトーンとか、どこに行ってもそれを感じていますので。ちなみに、韓国の接客の仕方と、ドバイの接客の仕方、はい。イラクの接客の仕方、それぞれどういう感じなのか。基本的に同じじゃないかなと思うんですね。韓国では自由な雰囲気、日本と比べると自由な雰囲気でみんな働いてがあること、それがいいなと思って、日本は基本的に丁寧な感じです。どこにいても。それが一番いいなと思っています。確かに韓国はコンビニで、携帯いじってる人もいたりとか、フリーにやってます。ドバイとか偉くて、サービス業で働いている方が、インドとかパキスタンとか、フィリピンの方が多くて、そこでも不親切とかことは全然ないんですけど、外国人ですので、サービスレベルに対してあんまり期待がなかった。本当に基本的な、フィニでだったら、お会計のみだったり。逆に今回は日本に住んでみて大変だったもの、申し訳じゃないかなと思うんですけど、私は住んだところって言えば韓国とかアラブとか、その後日本けど、それに考えて、それぞれの国のことを比べると、韓国は基本的にこういう高低なこと、例えば役所で結構早いですね。例えば、収印票を出すとき、韓国は自分がネットで申請もできるし、自分が直接にプリントアウトすることもできるし、システムが早いっていうことがありますので、それと比べると、少し遅いなこともあるなっていう感じがあります。仕事に対する考え方も違ったりします。例えば韓国だったらもう早くやって早く処理しようみたいな感じだったとしたら、日本だったらとにかく丁寧に一個ずつやって終わらせるみたいな。そうです。そういうこともあると思います。でも、前住んだドバイももっと遅い国だったので、日本語でリンテンドっていう会社あるんじゃないですか。もしリンテンドっていう意味考えたことありますか？ないです。人の名前なのかな？神様の意志です。で、リンテンドっていう意味は、漢字を見ると、神様に任せるっていう感じじゃないですか。おっしゃると。同じ言葉がドバイにもあります。アラブにもあります。アラブにもあるんですね。インシャッラっていう言葉っていう、例えばですね、インターネットの申し込みという、すごく時間がかかって、それに対して文句してったら、インシャッラーって言います。それ神様の意志ですよ。だから、自分たちはもうできないですよ。それを比べると日本は早いと思います。これ面白いですね。韓国の方が日本に来たら、スピード遅いっていう話よくありますが、これ世界で見てもそうなのかなっていうのは疑問に。それは韓国が早いんじゃないかなと思います。どの文化で何を見つめるかによって結果も変わってくるんですよ。例えばヨーロッパの人からしたら、日本は早いかもしれない。そうですね。でアラブだったら基本、仕方ないよね、みたいな形で。そうです。面白い。
4番目の質問がですね、日本に住んでみて変わったことあったら聞きたいです。実は結構性格です。そういう性格がゆっくりゆっくりしてもいい性格に変わった気がします。人はいっぱい習っていても、それ待つのはすごく大変だったんですけど、ここに住みながらそういうことは大丈夫な感じになっている。速さ重視じゃなくてもいいよね。そうですね。はい。それは実際仕事される場面もあると思いますが、仕事でも現れたりします。例えば会社で何かに対して申し込みして、時間がかかっても、余裕を持って待つことできるようになったり、そのぐらい。わかりました。で、5番目、最後の質問なんですが、今後も日本で住み続けたいか、韓国に帰ることも、頭にある人もいらっしゃるかと思うんですけども、どうですか？とりあえず子供がいますので、子供が成長するまでにはちょっと日本に住むんじゃないかなと思います。別に帰り予定はないです。日本に8年住んで、これからも日本でいいかなっていうのは、日本生活全体的に見たらかなり満足されているイメージ。そうです。はい。あと子供そうですよね。僕も周りで日本に住み続ける人の特徴とかいろいろ見るんですが、日本で子供生まれたとか結婚したみたいな方々はもうずっと日本に残るイメージ。お子さんは日本中心の教育にしたいのか、韓国中心の教育にしたいのかっていうとどうですか？それに対しては、やっぱり子供の意思が一番大事じゃないかなと思います。基本的に言語に対しては、日本語、韓国語どっちも教えたいんで。今、1年半です。まだまだです。もちろん日本に住んでいったら日本語がもっと上手くなるのは当たり前だと思うんですけど、それに対してやっぱり彼女も、この子供はハーフだから、韓国語も結構できるように育ちたいっていう話があります。別の方向行っちゃってるんですけども、お子さんの教育、ちょっと気になっちゃいまして、韓国での教育っていうのは、基本ほとんどの方はいい大学に送らせようみたいな側面がある。日本は自由にやらせようみたいな考え方もあると思うんですけど、お子さんの教育に対して今の頃考えてます。そういう場面によっては自由に育ちたいと思います。それに対して、やっぱり日本の方がいいんじゃないかなっていう考えはありますね。やっぱり強制がちょっと強いじゃないですか、韓国には。小さい子供から塾に通ったり、そういうことが結構あると思いますが、日本に育ちたらそういうことに対してはもうちょっと自由にいろいろなことができるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。じゃあ、そういうところで、キムさんに、日本在庁8年目の方にいろいろお話を聞きました。このインタビューですね、事前にこういうふうにやりたいとか全然なくて、本当に本音のところをぶっちゃけ言ってくださったので、もう本当に感謝しかありません。ありがとうございます。で、キムさんはYouTube チャンネルを運営されているので、ぜひそちらの方もご確認ください。日本名の動画以上となります。次は、キムさんの奥さんをお招きしまして、いろいろ聞きたらいいと思います。はい、以上、パックンでした。アンニョン。감사합니다